はい、皆さん、こんにちは。とっこです。東京からお話しさせていただいています。今日はお忙しい中ご参加ありがとうございます。私が一体何者なのかご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、私の活動内容を交えながらお話を進めさせてくださいね。私はステロイドの副作用とその解決方法である日本の脱保湿治療を世界に広める活動をしております。そして私の発信から SNS 経由でこの治療を知った世界のたくさんの患者さんが絶大なサポートをしてくださっていることから、患者パワーで脱保湿提唱者である佐藤健二先生と、この治療は爆発的に地球規模で広まり、すでに膨大な数の患者さんが良くなっておいでです。そんないい治療ならもっと早くから広まっていたのではという疑問が皆さんの頭をもたげるかと思いますが、私自身も2015年に阪南中央病院に入院するまではそう思っていました。当時はネット上でも患者による目立った脱保湿情報がほぼ見られなかったので、良い口コミなしで商品を買う気にならないのと同じ感覚で、想像しただけでも痛そうな治療に取り組む勇気が出ませんでした。入院してまず知ったことは、アトピーと診断され続けてきた自分のひどい症状が実は単なるアトピーではなく、ステロイドに誘発された皮膚炎であったということでした。また、ステロイドに副作用があることだけは知っていましたが、しばらく使わないでいるとまた使わざるを得ない症状になるという常習性があること、皮膚炎を難治化させたりすることなどについても知る由もありませんでした。なぜなら、それらの事実自体が医学界で認められてない上に、薬を使わない治療は認められていないからです。医学界を後方支援する薬品業界も薬を使わない治療が広まったのでは死活問題ですから、薬がなくても治るという事実は書き消され続けてきています。当然のように医師になるための過程でも薬を使わない方がいい、薬を使わなくても治るなどとは教わりません。かくして約70年も地球規模でステロイドは使われています。この治療をやろうかどうか迷っている方々に担当直入に申し上げますと、チャレンジなさった方が絶対にいいです。もちろん選択は皆さんご自身ですけれどね。ただし、後ほど説明しますが、治癒の途中、まるで悪化のような相当辛い経過をたどりますので、失敗しないためにも、徹底的に勉強して正しい知識を得ることと、途中で迷わないために覚悟を決めてから始めることは必須です。覚悟がないとやり通せません。進める理由は、何よりも早く結果が出ますし、良くなった後には皮膚が断然強くなり、美しい肌が蘇るからです。自分で潤い成分と保湿成分を作れるようになるので、たとえ再発しても治りが早くなります。この治療が大々的に広まっていないのは、あまり効果のない治療だからではないんです。薬を使わない治療を広めたくない大きな力が世の中を動かしているからという理由だけなんです。私自身も超重症の全身症状がたった3ヶ月弱の脱保湿入院で全部出ています。73日目、これいかがでしょう。ご覧になって。この間、塗り薬は一切なしです。マスコミの言うことや医師たちの処方する薬を信じ、52年間もステロイド治療を続けていましたが、症状が全て消えたことは一度もありませんでした。しかし、薬をやめて脱保湿をやったら、症状があっという間に消えたのですから、人生がひっくり返るような驚きでした。入院中出会った多くの患者さんたちも同じで、皆さんが薬なしでどう見ても健常者という姿で退院されていました。私と同じように長い年月、自分の症状はアトピーや湿疹の悪化だと信じ、薬の副作用に苦しんでいる方々がたくさんいるに違いない。知っ
ったものが世間に知られていない真実を広めていかなければ。そう思い、同じような患者さんを一日も早く救うべく、退院後、まず日本語でブログを始めました。驚くようなスピードで日本中に広まりました。世界ではステロイドの副作用問題が患者間でかなり広まり始めていたので、海外に向けてもこの治療を広めようと思い、佐藤健二先生の許可もいただき、英語版のブログも出しました。2017年11月のことです。考えていたのは世界中のステロイド副作用の患者さんの救済と、旧態依然とした日本社会の変革を期待しての脱オフィス治療の逆輸入です。すごいこと考えてましたね。そうでもしなければ日本は変わらないと思いました。脱保湿は NMT ノーモイスチャライジングトリートメントと英訳しました。覚えてくださいね。 NMT です。これが一気に世界中に広まったんです。瞬く間です。なぜなら世界中のどこにも決定的な治療がなかったため、どなたも他になすすべがなく、この治療に最後の望みをかけてチャレンジされていたんです。そして膨大な数の方がよくなられていました。この地図のピンクの部分は私のブログの読者さんの分布図、つまり日本の保湿が世界にこれだけ広まっているということです。発信から5年半経っていますが、人気の記事は今も毎日世界でかなりの数がシェアされています。毎日ですよ。どの国でも患者さんたちが身をもって自分の症状は薬の副作用だと気づいて確信するんですけれども、医側はそれを認めません。そのため治療の選択ができず、適切な治療が受けられないというのが世界の現状です。こうして私一人対世界というありえない対応が始まりました。感謝の言葉もあふれるほどいただきますが、質問、悩み、愚痴などが世界中から連日連夜私のところに押し寄せます。どうやったら正確にこの素晴らしい治療を伝えられるか。治療に一人で答えきれず、英語版で Facebook に学習グループ NMT エデュケーショングループというのを創設しました。脱保湿の知識とポイントを英訳して次々載せました。佐藤健二先生が監修をしてくださるので、会員に大きな安心感を与えることができています。また世界中からアドミン管理者ですねとして活動を支えたいという申し出があり、地球規模でアシストをしていただいています。さらに多くの治った方が出てきましたので、 Facebook に The NMT ヒールドクラブというのを創設しました。ビフォーアフターの写真であふれています。治癒の経過を目で見て学び、心にも元気と栄養が与えられるので、英語が苦手だなっていう方にも本当におすすめです。ぜひ Facebook やってない方もこれのためにやってみてください。入会のボタンを押すと質問3つ出ますので、Yes, Yes, Yes と3回答えるだけで世界に散らばるアドミンがかなり早く、承認してくれます。さらにトコの365日ペップトークという英語のみのブロックも開始しました。入院中に受けたアドバイスですとか学んだことを患者の言葉で日本に来られない患者さんたちに伝えるためです。またコロナ騒動から講演会も次々にキャンセルになったため YouTube 開始しました。小児科の NMT 第一人者の佐藤光子先生も素晴らしい必見ビデオシリーズなどを作ってくださり、世界の親御さんたちが救われています。これらはすべて非営利の活動です。また私の拡散しているこれらの情報から脱保湿の学習グループやサポートグループが世界各地でいろいろな言語で作られました。アメリカ、フランス、オランダ語ですね。メキシコはスペイン語です。ベトナム、その他オーストラリアでは中国語の、チェコではチェコ語、ブラジルではポルトガル語などなどです。また私のブログも世界のバイリンガルメンバーの協力でいろいろな言語の翻訳が次々出ていて、普及に絶大な効果を発揮しています。これだけ周囲が熱心に動いてくれるということは本当に効果のある治療だという証明です。さらにイギリスの大手新聞などに NMT で良くなった方々が取り上げられ始めました。
イギリス発行部数第1位のタブロイド紙からの新聞ですね、ザ・サンです。ウェブ版でも大きく記事を皆さん取り上げてもらっています。イギリスで出版されると世界に広まるんですね。例えば一番左上の女性はイギリスではなく南アフリカの方ですよ。イギリス第2位のタブロイド紙デイリーメイルです。こちらはフリーペーパーのイギリスのメトロですね。それからイギリスの主要な日刊タブロイドデイリーミラーです。各種メディアの脱保湿拡散もありました。ノーザンコミュニティニューズっていうのはオーストラリアの新聞なんですが、私の活動をフォローしてお嬢さんが良くなった記者さんからの執筆依頼で、私も記事を書き大きく取り上げていただきました。イラストも私が描いてますので、フォローしていただくとどっかでこういうの見れると思います。BBC 英国放送協会ですね、ラジオでやっていました。ラドバイブルっていうのは英国デジタルパブリッシャーです。はい、香港01っていうのはオンラインニュースポータルで英国人の男性が取り上げられてますが、ご本人が言うには勝手に写真使われちゃったよっていうことでしたが、タイラはイギリス女性向けのニュースサイトです。iNews はイギリスの全国紙の朝刊、セブンニュースはオーストラリアのものですが、英国女性が2名この中にいらっしゃいますね。もう世界規模なんですね、NMT の広がりは。で、こういった流れから各国政府機関などでステロイドの歴史始まって70年来の大きな動きがありました。2019年アメリカでは皮膚科の教科書に副作用を一部記載しています。2021年にはイギリスで湿疹協会と皮膚科学会が、そしてイギリス政府も2022年カナダ政府、2022年シンガポール政府がステロイドの副作用を認め注意勧告などしています。私は世界へ向けて活動を始めてからこの5年の間に世界は急激な進展を見せています。日本の脱保湿が世界に大きな影響を与えていることに疑いの余地はありません。さらにいろいろな形で脱保湿普及に拍車をかける世界中のメンバーのサポートがあります。個人の YouTube や個人ブログで広めてくれていたり、セルビアではメジャーなテレビに出てた方もいらっしゃいますが、それだけではありません。アメリカのイプさんっていうステロイド副作用患者のグローバルコミュニティに良くなった症状を発表するカナダ人のメンバー、それからウェビナーっていうウェブ上のセミナーで脱保湿を説明する1時間番組に出演してくれたアメリカ人のメンバー、それからスクラッチザットというのはイギリスの主に NMT で成功した方々のコミュニティです。AD.net っていうのはアメリカのコミュニティサイトですが、脱保湿で良くなった方々が説明しています。TSW アシストっていうのはオーストラリアのステロイド副作用患者のサポートサイトです。それから書籍を出した方もいらっしゃいます。ニュージーランドの作家さんが NMT の経験を本にしました。佐藤先生のことですとか私のことをたくさん書いてくださっています。それからその方は、やり方を説明するサイトですね、それも作ってくださっています。カナダでは、本を出された方がその中に佐藤先生の称賛と私の活動のことを書いてくださっています。レディットというのはアメリカの掲示板型ソーシャルニュースサイトです。OK はアメリカのニュースサイト、そしてボーマンズっていうのが世界規模のナチュラルスキンケアの会社なんですが、なぜか私のブログと NMT について何度となく紹介してくれていて、佐藤先生のことも勝手にお写真を使って紹介されていますが、当面は良しとして放置しています。私自身毎日膨大な量の情報を読んだり発言したりしていますが、これ以上の治療が世界にはまだないので、日本でこの治療が受けられる私たちは世界一ラッキーなんですよ。さて、世界中から時間内でご紹介しきれないほどたくさんの良くなられた患者さんたちの写真をいただいていますが、ここからは脱保湿をやって良くなった方々のご紹介と、途中でギブアップしてしまうケースが
どの時点で起こるかについて、皆さんの一番知りたい治癒の経過写真とともに患者目線でお伝えします。まずイギリスの女性なんですけれども、体重減少もありました。それぞれ左側が当初の症状で、右側は日数の経過による改善です。すごい綺麗になってますね。そして210日目にはこんなに綺麗になっています。こちらはベトナムの赤ちゃんです。現在進行形の5ヶ月の経過をお目にかけます。NMT2 ヶ月目ですね。それから3ヶ月、3ヶ月半、4ヶ月、5ヶ月でかなり綺麗になってます。NMT 継続中です。背中もほとんど綺麗になってます。こちらもベトナムの赤ちゃんです。下層段階はかゆいので何度でもかき壊すのが普通で3回の悪化があったそうです。ここはお母さんがギブアップしてしまうポイントです。血だらけのお子さんに愕然となり、自由に書かせるのは間違いだったのかなと不安になります。しかし親御さんにお伝えしますが、かゆみはお母さんたちの想像するような虫刺されレベルのものとは全然違うんです。特に発作的に起こったかゆみの我慢は不可能です。無理やりやめさせるのは拷問以外の何者でもないことを理解してください。ここは患者としては強調して申し上げたいところです。めげずに乾かすとかさぶたになるので、その見た目にパニックになる方が多く、ここでもまたギブアップしたくなります。でもここでやめてはいけないんです。怪我の傷口と同じで、かさぶたができたということは治りかけているんです。どうなるか見ていってください。さらに乾いて、それらがだんだん剥がれ落ち、4ヶ月後の成果です。滲出液を拭き取らない、自由に乾かせるなど NMT をしっかりとやり通しました。大変よく勉強されたということです。断乳もされてますね、この方。はい、アメリカの男性です。滲出液でずるむけどやけどのような症状になっています。多くの方が切なくてお風呂に入ったっきりになったり、包帯ぐるぐる巻きなどをしがちですが、治癒が遅くなります。脱毛室では何もせずひたすら乾かします。滲出液の乾いた段階です。この段階では見た目も壮絶な上にかゆみ、痛みが増します。ここが一番ギブアップしがちなポイントなんです。多くの方がこの3つの理由から悪化したとパニックになり、保湿剤を塗ってしまいます。しかし治癒のために皮膚を乾かすとかさぶたが作られ、そのかさぶたは下で作られ始めている新しい皮膚を守るという役割を果たすんです。かさぶたは見た目は衝撃的ですが、下にあるまだ弱い新しい皮膚が準備 OK になるまで守ってくれているんです。人間の体ってうまくできてますよね。ですから剥がしてはいけません。怪我をした時と似ています。かさぶたの下の皮膚がまだ治っていないのに、もし繰り返し剥がしたのでは、いつまで経っても新しい皮膚が出来上がらないことが想像できるかと思います。このギブアップポイントで NMT をやって悪化したとやめてしまわれる方々がいらっしゃいます。悪化と勘違いしたこの状態は実は治癒の直前なんです。なんてもったいないことでしょう。だからこそ知っていただきたいんです。この乾燥段階を乗り越えた後に治癒が訪れます。かさぶたが小さくなってきましたよ。そして約3ヶ月半でこの成果です。ステロイドとプロトピックを使ったベトナムのお子さんです。NMT 開始間もなくちょっと広がってますね。ここもギブアップポイントなんです。パニックになって脱毛室を始めたらいきなり悪化した。脱毛室は自分の子には効かなかったと結論を出してしまわれます。でもよーく考えてみていただきたいんです。皮膚はターンオーバーの期間もありますし、副作用の症状がちょうど広がり始めた時に NMT を始めているかもしれません。またどの治療を選んだとしても皮膚炎の治癒は一直線ではありません。
他の治療より桁違いに早く良くなると言っても、2、3日とか1週間とかの瞬足で改善が始まらないことに絶望してしまう方すらいらっしゃいます。めげずに皮膚を乾かして乾かし続けます。背中とお腹ですね。ここまで開始から3ヶ月です。手足は3ヶ月で改善が始まり、こちらは7ヶ月です。ママさんは真剣に徹底的に NMT を実践したとお聞きしています。顔も3ヶ月の経過を患者目線で見てまいりましょう。まだかさぶたが赤く、その下の炎症が引いていないのが分かりますね。ここは本当にこれで良くなるのか不安になるところでしょう。でも乾き始めているので、この段階では合格点です。すでにかさぶたも少し落ち、赤みが引いてきました。さらに乾燥が進み、赤みもさらに引き始めていますが、ここがなんと患者のギブアップポイントその2なんです。先ほどの3点セットですね。乾燥段階でのかさぶたによる見た目の悪さ、かゆみが増すこと、痛みが増すことで悪化したと誤解し、ここで脱保湿をやめてしまう方が多いんです。お決まりのセリフは、脱保湿は私には効かなかったです。スペシャル感が醸し出されちゃっていますが、私たちは同じ人間です。こちらもよーく見ると赤みが薄くなっている。つまり良くなり始めているんです。この3点の悪化に見える症状の知識が欠けていると、治癒の直前にやめてしまいます。再度申し上げますが、知っていていただきたいんです。この病気の発作的に起こるかゆみはコントロールできるレベルではありません。壮絶なかゆみです。お子さんに我慢させようと躍起になっても不毛な争いでお互いにストレスなだけです。書き壊しても親御さんあるいは患者さんは当たり前の流れだと思ってカラッと笑って再度乾かしてください。その繰り返しなんです。さあ、かさぶたが落ちてきました。患部も小さくなってきました。もうかゆみも少ないはずです。いかがでしょう。現在2歳になられました。こんな風になっていくと知っていれば、辛い乾燥段階を乗り越えられますね。はい、アメリカの男性です。重症の方なので NMT の治癒の経過がより分かりやすいかもしれません。どうぞ目をそらさずに途中でギブアップしないためにもご覧ください。この壮絶な副作用から脱出する経過をご覧になれば、特に小さいお子さんの親御さんは早いうちにステロイドをやめてよかったとつくづく思われることでしょう。滲出液が結構出ていますが、ガーゼで人工かさぶたを使って乾かしています。これ脱保湿のやり方です。ひどい症状に見えますが、たくさん出てくる滲出液がかさぶたになって固まり、皮膚が新しくできてくるまで保護してくれています。次、ちょっと見た目はすごいんですけども、乾ききってきましたので、実は非常に良い経過です。このあたりもギブアップポイントで保湿剤を塗ってしまいがちですが、忘れないでください。乾ききった皮膚は治癒段階に入っている。つまり良くなる直前です。また、痒くて何度もかき壊すのは防ぎようがありませんが、何度でもかき壊してください。そして何度でも乾かしてください。私も同じ段階で全てのかさぶたをかき壊した経験があります。超残念ですが、バランスの取れた食事とタンパク質を多めに摂りながらまた乾かせばいいんです。皮膚は頑張ってくれます。こういう乾燥段階がギブアップポイントです。見た目は切ないですが、かさぶたに守られ、その下で皮膚が作られています。かさぶたの下で新しい皮膚の準備が進むと、かさぶたが少しずつ落ちていきます。ここでもかゆみは襲いますが、めげずにかいて乾かす、かいて乾かすを繰り返します。それしかないんです。一気にかさぶたが落ちてきましたよ。4ヶ月後です。この方もしっかりと知識を身につけられたからこそ乗り越えられました。
徹底的に NMT をやり通した結果です。ベトナムのお子さんです。少しずつ乾燥段階に入ってますが、下がピンクでこの段階は時にえぐりたいほど痒くなります。完全に書き壊しましたね。この書いた後の症状を見て、親御さんがここでギブアップしがちです。でもめげずにまた乾かします。時には晴れます。でも乾かしました。いい感じで乾いていたのを書き壊しました。ここでついに今度こそギブアップしがちです。私は見ただけでどのくらいかゆいか手に取るようにわかります。そしてわかることはまだもう一踏ん張りなんです。再々と乾かします。ここは忍耐です。さらに乾かします。また書き壊しましたが、当初のように血まみれっぽくなっていません。いい感じで乾いてきましたよ。さらに乾かします。もっと乾かし、NMT1 ヶ月です。そして現在 NMT2 ヶ月です。このお子さんはこの先どんどん良くなってお肌も強くなっていきます。治癒確定という状態です。おめでとうございます。最後にご紹介するのは84歳で副作用が発症したカナダの男性です。全身が真っ赤に腫れ、いろいろな治療を試しても良くならず、猛烈な痒さと痛みに耐えるだけの日々でした。名医と呼ばれる皮膚科医を訪ねて言われたのは、体中すべてにステロイドを塗りなさいと。そして死ぬその日まで圧迫ストッキングを履きなさい。あなたはもう年寄りなんだから仕方ないんだよ。という絶望的な言葉でした。落胆して帰宅した翌日、奥様が私のブログを見つけ、すぐに NMT をご夫婦で徹底的に実践されました。冷蔵庫には佐藤源次先生のお言葉を貼って繰り返し読み、毎日復習して二人三脚で NMT をマスターされました。そしていかがでしょう。4ヶ月後には完治されました。89歳になられた今も若々しく健康です。治癒には年齢も関係ありません。私はカナダで実際にお目にかかっていますが、とても綺麗で丈夫なお肌の紳士です。奥様のマーリンさん曰く、夫の肌は今や私より綺麗よとのことです。彼女は現在私の脱毛室の活動を地球の反対側で日夜助けてくださっています。ここまでお話ししてきてお気づきのように、確かな知識がないと途中で挫折します。SNS 上で多くの患者さんとやり取りしていても、あまりに知識不足のまま脱毛放出をやっている方々が本当に多いんです。中途半端な知識では良くなりません。やるのであれば、確かな情報から正確な知識を身につけ、徹底的にやってください。もし間違ったやり方をして、脱毛質は効かないと喧伝されたのでは、本気でやろうとする方々の治るチャンスをも奪ってしまうことにもなりかねません。企業の利益のために、例えば恐ろしい副作用のある薬品でも、人間の体にとって大変危険な商品でも、素晴らしいものかのようにマスコミを通して伝えられ、私たちは往々にしてそちらの情報に信頼を寄せがちです。そのパワーたるや医療者側すら心底を信じてしまうこともあることです。皮膚に炎症ができるとすぐに薬を塗ることや、保湿進行ともいえる過剰な保湿は洗脳と言っても過言ではない商業戦略にまんまと一般市民が地球規模で乗せられてしまっただけなんです。企業のパワーを示す分かりやすい例をご紹介しましたね。ネットで簡単に見つけられますが、1932年の某石鹸会社の広告です。せめて月に2回はシャンプーしましょうと推奨しています。そしてそれは、先発は週に1度に変わりました。さあ次は
夏の髪洗いは5日に1度と大胆に攻めています。全部同じ会社ですよ。そして次、毎日シャンプーしたっていいんですと方向性を毎日の生活必需品に完全に変えてしまいました。ここから毎日シャンプーしない人はダサい人、不潔な人、香っちゃってる人という世間一般のイメージにつながっていきます。そもそも人間はそれほど頻繁に体を洗っていなかったようです。香水が頻繁な入浴を習慣としなかった国から発達していると言われていることからも、そこまで洗う習慣がなかったということがわかります。そして洗っていない時代より洗っている現代の方が皮膚炎は激増しています。どの国でもこういう企業の戦略がマスコミを通して広められ、私たちの当たり前に変わっていくんです。そもそもテレビは某大国の戦略で人々を支配者側が思うようにコントロールするために洗脳装置として開発されたという裏の歴史があります。企業に都合のいいことを流せば人々は思考停止してそれを追いかけるというわけです。無料のものって怖いかもしれませんね。毎日の入浴シャンプー習慣も世界に広まった保湿信仰も企業の商業戦略に地球市民皆がマインドコントロールされた結果です。阪南中病院に入院中は朝は誰も顔を洗わないというと皆さんが驚きます。しかし皮膚に必要な皮脂、潤い成分、常在菌を洗い流しながらアトピーなどを治そうとしてもうまくいきません。ですから脱毛室では洗いすぎは推奨しないんです。アトピーにステロイドという当たり前になってしまっている治療だけでなく、例えば人工透析ですとか抗がん剤ですとか、日本が世界一普及率が高いと言われている MRI や CT などなど数えきれないほど当たり前とされていることも、その危険性に警鐘を鳴らす科学者たちが世界に多数いながらも、企業やそれにサポートされている団体の力には及ばず、エビデンス付きの警告が広く知れ渡っていません。お金を使わない治療、脱毛室もそういった力に押されて広がらないだけなんです。脱毛治療は正しい知識できちんとやると本当に良くなります。早く治ることを優先したい方は徹底的に学んで、他の治療と混ぜたりせずに徹底的にやってみてください。YouTube トクコズルームは脱毛室の先生が近くにいなくても少しでも近くにいるかのような環境を提供するために作っています。今日ご参加いただいた皆様は予習としてこのビデオを見てくださった方が多いと思います。脱毛質治療の一通りの流れを説明したこのビデオは最低限 100% マスターしてやってみてください。そしてお子さんの症状に悩まれる方は佐藤光子先生のビデオを繰り返しご覧になってください。心を込めて作ってくださっています。一度見ただけでは完璧ではありませんよ。見るたびに発見があるはずです。もしくはしっかりノートにまとめてくださいね。辛くて元気が出ないという親御さんは子どもの脱ステ気候シリーズもご覧ください。エネルギーが湧いてきますよ。脱毛室の先生たちや私たちサポーターはただ皆さんを助けたいから、そして皆さんが企業戦略などに惑わされずに本当の医療を知って健康な日々を取り戻していただきたいから、こうして真実を伝えようと活動しています。私たちはどこからも一切の利益を得ていませんから、大げさに伝える必要はないんです。今日参加してくださっている皆さんはご自身かご家族が今本当に大変な状態かとお察しします。辛くて切なくて泣いてしまったり落ち込んで投げやりになってしまうこともあるでしょう。自分がダメ人間のように思えて先行きが見えない症状にもうどうしたらいいのかもわからない気持ちかもしれません。重症経験者の私には皆さんの大変さが手に取るようにわかります。でも気づいてください。皆さんすでに薬を使わない選択をなさっただけでも素晴らしい一歩を踏み出してるんですよ。
だってそれでも間違いなく良くなるんですから。すでにより良い未来の方向を向いてらっしゃいます。私が保証しますから自信を持ってください。近所に行くのですら最強のステロイドを持ち歩かなければいけなかった私が、今は海外旅行にすら塗り薬や保湿剤を何一つ持たずに行けるようになったんです。ご自分の選択に胸を張って明るく前を向いてください。どうぞ人間の自然治癒の力を信じてください。自力で良くなった皮膚は本当に丈夫ですし、年々美しくなっていきます。今はお肌がただれていて残念な見た目でも、その分心は日々磨かれています。この経験があなたを内側から輝かせてくれます。だからあなたはそのままで素晴らしい存在なんですよ。治った時に次の世代に手を貸してあげているご自分をイメージしながら楽しみつつ、今この経験を乗り越えてください。皆さん必ず良くなりますよ。ご清聴ありがとうございました。